内気なプリンセスと言われた敬宮愛子さまのご成長、そこには天皇皇后両陛下のご教育と愛子さまの努力がありました。敬宮愛子さまは今年の3月20日、学習院大学文学部日本語日本文学科をご卒業されました。そして4月からは日本赤十字社で勤務されておられます。ご卒業に先立ち2月9日には皇居宮殿で天皇皇后両陛下と愛子さまがケニア大統領夫妻を招いた昼食会にご参加されました。その際、愛子さまはスワヒリ語でごきげんようと挨拶され、ゲストをにこやかにもてなされるなど、国際的な場でも愛子さまはその魅力と存在感を存分に発揮されていますね。かつては内気で人見知りと評され、愛子さまも同じようにご自身のことを話されています。ではいかにしてこれほどの変身を遂げられたのでしょうか。そこにはとてつもない努力と決意があったに違いありません。今回の動画は昔とはまるで別人とまで言われた愛子さまの変貌ぶりと、変わるきっかけとなった天皇皇后両陛下の教育方針を取り上げます。ぜひ最後までご覧ください。栃木県出身の女の子は高校3年生の夏の日の出来事を今でも鮮明に覚えています。那須塩原駅前の広場でのことです。女の子の目の前に現れたのは白と緑のボーダー柄のワンピースに身を包み、こんがりと日焼けした同い年の愛子さまでした。愛子さまは女の子の年齢を聞くと驚いたようにあ、同級生と言い、弾けるような笑顔で近寄ってきました。女の子が大学は社会学部を目指していますと話すと、愛子さまも学業に励んでいる様子を語り、私も8科目くらいテストがあります。お互い頑張りましょうね。と励ましの言葉をくれたというのです。女の子はその時のことをまるで昨日のことのように思い出し、嬉しく感じるそうです。初対面とは思えぬ和やかなやり取りを見せられたワンピース姿の愛子さま。そこにかつて内気で人見知りと称された愛子さまの面影は全くありませんでした。2001年12月1日に誕生された愛子さまは、幼い頃から常に注目を集めておられました。公式の場に初めてデビューされたのはその翌年の8月のこと。皇室と縁が深い方が当時のことを振り返ります。東宮御所に伺った際、天皇陛下が愛子さまを抱っこして登場されました。陛下は今日がデビューですよと愛子さまに優しく声をかけておられましたね。愛子さまはその時大泣きすることもなく、とても可愛らしかったんですよとその方は微笑みながら語ります。その場に居合わせた人々も愛子さまの初々しいお姿に感動したようです。後の青年会見で、小さい頃から人見知りのところがございますと語られた愛子さま。幼少期の愛子さまを知る人たちの印象も同様の印象を持っていました。初等科時代を知る学習院関係者が明かすところによれば、愛子さまはお友達と一緒に寄ってきてもいつも一番後ろで遠慮がちだったというのです。私はあなたのお父さんも知ってるんだよと話しかけても愛子さまは黙ってうなずくだけでした。このようなお姿から愛子さまは本当に人見知りであったことがうかがえますね。さらに陛下と学習院中等科から大学時代を共に過ごした同級生も愛子さまの内気な一面について語っています。毎年お正月には5組ほどの同級生の家族が集まって御所に挨拶に伺い、簡単なおせちやお菓子をいただくのです。愛子さまは幼稚園くらいの頃からきちんと座って大人たちの話を静かに聞いておられました。ある時、誰かが愛子さまに遊園地に関する話題を振ると、愛子さまは黙ってしまいます。すかさず雅子さまが、お化け屋敷が好きなのよねと助け舟を出しておられました。このエピソードからは雅子さまが愛子さまの人見知りを理解し、温かく見守っておられたことがわかりますね。そんな愛子さまには何度か危機が訪れました。初等科2年生の時に不登校になったこともその一つです。さらに雅子さまがお付き添いで登校されることが過保護と批判され、公務より愛子さまを優先させていると雅子さまがバッシングを浴びることになったのです。この時は雅子さまご自身も
2004年7月に適応障害と公表され、好不調の波がありました。生活リズムも昼夜が逆転し、深夜に赤坂御用地を散策したり、インターネットをご覧になることが日課になっていたそうです。そんな中、しばらくして愛子さまは学校に行けるようになりましたが、たびたび遅刻されることが続いたのです。皇宮警察関係者も当時の愛子さまのご登校については、毎朝のようにインカムから定刻の30分遅れとの連絡が流れてきたと話しています。このような状況は愛子さまや雅子さまにとって非常に厳しいものであったことでしょう。当時の愛子さまは雅子さまの昼夜逆転生活に影響されて、夜に宿題に取り組まれることも多く、女子中等科時代は遅刻や欠席が相次ぎ、雅子さまの心身の不調が愛子さまにも影響しているのではないかと見る向きもありました。しかしそんな中でも陛下は愛子さまに皇族としての自覚が自然に芽生えるような手ほどきを続けてこられました。その一例として、愛子さまが女子中等科3年生だった2016年夏の出来事が挙げられます。陛下は愛子さまと共に東宮御所の庭で、沖縄の豆記者と呼ばれる子どもたちと輪になってバレーボールをされるという計らいをなさいました。これは当初の予定にはなかったものの、両陛下が事前に交流の準備をされていたのです。このバレーボールの交流は20分ほど行われ、運動が得意な愛子さまはバスケットボールやテニス、スキーなども楽しんでこられたことから、両陛下は人見知りの愛子さまが自然に豆記者たちと心を通わせられるよう、このような交流を準備されたのです。この年、愛子さまは地方公務デビューも果たされました。8月11日、新しく制定された山の日の記念式典に合わせて、ご一家で長野県の上高地などを訪問されたのです。上高地には参道の細い道もあるため、縦一列で陛下、雅子さま、愛子さまの順で登られました。愛子さまにとっては初めての上高地でしたが、陛下が山登りに慣れていない愛子さまをエスコートされていました。陛下は時折、植物を指さしながら身振り手振りを交えて愛子さまに丁寧に説明していました。ご一家が到着された明神池からは、眼前にそびえる明神岳が見えるのですが、登山好きの陛下が明神岳について愛子さまに解説される場面もありました。また、お見送りの際には送迎車にまず愛子さまが乗り込まれ、その次に雅子さまが続かれました。それを見届けた陛下が最後にさっと乗り込まれたのです。この光景から陛下はご家族を非常に大切にされていることが伝わってきます。人見知りで内気なプリンセスであった愛子さまは、ご両親の手ほどきのもと、少しずつ国民と触れ合う機会を増やしてこられました。女子高等科時代の愛子さまはごく普通の女子高生として過ごされていました。もちろん自分が一般の女子高生とは違うという認識は持っておられましたが、成年皇族となられ、日本赤十字社で勤務されている現在ほどの決意と覚悟は当然まだありませんでした。しかしそんな愛子さまに明確な変化が訪れたのは2019年、女子高等科3年生の時のことでした。この年の4月に行われたオール学習院の集いでは、視覚障害者を支援するアイメイト講演会が例年通りブースを出展していました。動物好きの天皇ご一家は毎年のようにこのブースに立ち寄られます。しかしこの年は例年とは異なる一幕が見られたのです。両陛下はブースにいた視覚障害者の方々と和やかに談笑されていましたが、その後雅子さまが離れた場所にいらした愛子さまを呼びに行かれたのです。そして愛子さまも障害者の方々とお話を始められました。このような行動はこの年が初めてのことで、雅子さまが皇室の役割を身をもって教えておられるように周囲の人は感じたそうです。変化は私生活にも顕著に現れました。ご一家にテニスを指導している元テニスプレーヤーの方はこのように語ります。愛子さまが女子高等科2年生の頃までは、陛下から愛子がバックハンドが苦手なので見ていただきたいといったご相談を受けることがあったのですが、3年生くらいの頃から愛子さまご自身がこのプレーを見てほしいのですが、と積極的におっしゃるようになったのです。クロスコートのラリーをお願いしますと、具体的な技術をリクエストされることもありました。愛子さまは
まるでテニス部の学生のように真剣に取り組まれ、強く打つふりをしてネット際に落とすドロップショットにも挑戦されました。そしてすっかりこの技術も身につけられ、今では冗談も交えながら挑戦してみたいプレーを積極的におっしゃるようになったのです。愛子さまはユーモアにもあふれ、人間的にもたくましいプリンセスに成長なさったことがよくわかりますね。ご自身の意思でさまざまなことに挑戦され、成長を続けられているのだと思います。このような姿は多くの人々に勇気と希望を与えてくれるのではないでしょうか。天皇ご一家が那須御用邸での静養のために那須塩原駅にご到着された日のことです。ご一家は出迎えた市民と温かい交流をされ、和やかな雰囲気に包まれていました。そして陛下が市民と親しげにお話しされている傍らで、愛子さまは優しく耳を傾けておられたのです。愛子さまは会話をしている間も周囲に気を配り、周りを常に俯瞰して見ておられました。それでいて市民にかけてくださるお言葉は自然体で、その姿には内気なプリンセスからの華麗な変化を感じさせました。このような変化が見られる背景には一体何があったのでしょうか。この頃雅子さまも急激に復調されていました。以前の雅子さまは自信を失っておられ、お茶会の場でも招待客からどう見られるかを気にし、過剰に萎縮されていました。しかしこの頃の雅子さまはお茶会では一人一人の顔をご覧になり、ニコッと晴れやかな笑顔を見せられるようになったのです。この変化は2019年5月のお代替わりの影響が非常に大きく、雅子さまのご体調を好転させたのです。新しい天皇皇后の誕生を国民は心から歓迎しました。5月4日に皇居で行われた即位を祝う一般参賀では、平成へのお代替わりの時を約3万人も上回る14万人超の国民が詰めかけました。早朝から列をなした人々のために皇居の開門時間も急遽20分早められるほどで、こうした祝福ムードが雅子さまの自信を確固たるものにしたのです。雅子さまに常に寄り添ってこられた愛子さまにもその好転が良い影響を与えました。愛子さまは母親としての雅子さまの復調を間近で見て、その姿から多くを学ばれたことでしょう。だからこそ愛子さまも一層の成長を遂げられたのです。私生活でも積極的になられ、国民に対しても爽やかな笑顔を振りまかれるようになった愛子さま。皇族としての自覚もこの頃にはしっかりと根付いていました。2022年3月に行われた成年会見では、約30分間手元に用意した原稿にほとんど目を落とすことなく、ご自身の思いをみずみずしく語られました。この会見を見た学習院関係者は、昔とはまるで別人、本当にご立派になられていますと感嘆したそうです。愛子さまが内気な少女から変身を遂げた過程には、ご家族の支えも大きかったのではないでしょうか。両陛下の温かいご指導と励ましが愛子さまの成長に大きく寄与したのは間違いありません。学習院大学では日本語日本文学科に進まれ、日本古来の伝統芸能についても学びを深めてこられました。コロナ禍以降はオンライン授業が主流となり、愛子さまもオンラインで受講されており、もしかするとご家族と一緒に授業を受けられたこともあったかもしれませんね。授業の受講がきっかけで愛子さまは2022年以降3度にわたり皇居の宮内庁楽部で開かれた雅楽演奏会を鑑賞されています。常に自然体でご関心の幅を広げられている愛子さま。そして春からは新社会人として日本赤十字社でのご活動に加え、成年皇族としてのご公務も増えていきます。こうした経験を通じて愛子さまはますます成長を遂げられ、そのお姿は多くの人々に感動を与えています。これからもその成長と活躍を温かく見守っていきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。